こんにちは、白井塾の白井です。今回は三角関数の基本について解説していきます。三角関数は、最初三角比として登場します。直角三角形があって、ここの角度を θ としたときに、各辺の比をそれぞれサイン、コサイン、タンジェントとこう表すと。なんですけど、実はこれは、覚える必要はないんですね。っていうのも、これだと、θ の値が、0から90度の時に限られてしまうので、それ以上もしくはそれ以下の時は表せない、それだと何かと不便だってことで、θ の定義域が実数全体となるように再定義されるんですね。そっちの方を覚えておけば、もちろんその実数全体に拡張されているわけですから、0から90も含んでの拡張ですから、そっちの新しい定義の方で十分説明できるので、特に覚える必要はないです。もちろん、もう覚えてしまったって人は、覚えていても悪いことは何もないので、間違ったことは何もないので、それはそれでいいんですし、まだ覚えてないよって人は無理して覚える必要はありません。で、実数全体に θ の定義域を拡張した定義っていうのがこちらになりますね。XY 平面上に原点を中心として半径1の円を描きます。これを単位円と言います。単位円の円周上に点 P を取って原点の P を結んだ OP と X 軸のなす角度を θ としたとき P の X 座標をコサイン θ P の Y 座標をサイン θ と定義します。今 OP と X 軸のなす角を θ とすると言ったんですけれども、これはもうちょっと厳密な、定義が必要で、 X 軸の正の部分、0より右の部分ですね、これを半時計回りに回して OP と重なった時、その時に回した角度を θ とするわけですね。こう定義すると、θ が360より大きい角度でも、θ がマイナスの値でも、点 P を、取ることができるんですね。360より大きいんだったら一周回ってから行けばいいし、マイナスだったら半時計回りの逆方向に行けばいいし、θ が実数全体どんな値を取ろうとも、これで点 P が、ただ一つに決まって、点 P が決まると当然 X 座標 Y 座標も決まるわけですから、ただ一つに決まると。なんですが、今度逆に点 P をある点にここで定めたとしたときに θ の値というのは、無限にあるわけなんですね。いっぱい出てきます。例えばここの角度を30だとすると、θ は30度ということなんですけれども、ここから30度ぐらい重なったと考えてもいいし、一周回って OP に重なったと考えると390度です。逆向きにマイナスの方向に回って重なったとするとマイナス330度です。これ全部正解なんですね。一般的な書き方をするとすれば、n×360 n は任意の整数です。このようにθ がいっぱい出てくるので、別にどれを取っても間違い、何を書いてもいいってわけなんですけども、問題によってだいたいθは0から360度の間にするとか、マイナス180度から180度の間にするとかいうふうに、決まっていることが多いですね。で、ここで注意しないといけないのが、0から90度の間の時はなかったことなんですけども、実数全体に拡張することによって P は円周上動くわけですから、コサイン θ、サイン θ の値がマイナスになったりすることもあるんですね。これも教科書や参考書なんかで、θ の角度がどの時にコサイン θ がマイナスになるかっていう表みたいなのがあったりして覚えろみたいな感じで書いてあったりしますけれども、これも単位円を思い浮かべればすぐ分かることですよね。P が例えばこの辺にあったとしたら、ここの X 座標はマイナスだし Y 座標もマイナスだから、コサイン θ もサイン θ もマイナスだ。点 P がこの辺にあったとしたら X 座標が正で Y 座標は負だから、コサイン θ が正でサイン θ はマイナスだと。別にこれは、覚えてしまうようなもんじゃなくて、考えれば分かるものですね。じゃあ次に、この拡張された定義を使って元々の定義、こっちの三角比の方を説明してみましょう。そのためにまず点 P から X に垂線を出します。そうすると、
P の x 座標がコサインシータなので、この長さがコサインシータとなります。シータが0から90の間は長さがコサインシータだって言っていいんですけども、当然シータの角度によってはコサインシータがマイナスになることがあるんで、長さがマイナスだと都合悪いんで、その時は絶対値をつけるとかした方がいいですね。で、縦の長さ。これもシータが0から90の間だと、サインシータがそのままこの辺の長さになります。で、単位円というのは半径が1ですから、当然この長さが1と。じゃあ、この単位円に出てきた三角形をここに書き出します。こうすると、直角三角形でここの角度がシータなので、ここは90引くシータ。同じなんで、この三角形とこの三角形は相似だということになります。相似比は1が A になっているので A ですね。で、サインシータ、縦の長さ。この一番長い斜辺の長さをサインシータ倍すると、ここにいるわけですね。ここからここには、かけるサインシータすればいいと。相似なのと同じですね。A というのをサインシータ倍すると C になる。つまり A サインシータが C ですね。斜辺を1がコサインシータ倍になってるんで、この辺をコサインシータ倍するとこっちの辺になる。この辺をコサインシータ倍するとこっちの辺になる。A をコサインシータ倍にすると B になる。で、これをそれぞれ変形すれば元通りというか、三角比の時の定義と同じ式になります。じゃあ次、タンジェントはどうなんだって話ですけども、タンジェントは単位円上では表せるんですけれども、単位円上で考えるよりも、タンジェントシータイコールコサインシータ、サインシータと定義されていると思って、コサインとサインに戻して考えてやった方が、分かりやすい場合が多いですね。単位円の方では、考えなくても大丈夫だと思います。それでいうと、コサイン分のサイン。これ分のこれがタンジェントシータなので、そのままですね。0から90の間だと B 分の C で、タンジェントシータが表せます。じゃあこの0から90のことはもう忘れてしまって、シータが実数全体で、なるように考えて、いろんな公式を説明していきましょう。まずよくあるというか、よく見かけるサインシータとコサインシータの事情を足すとどうなるか。まあ直角三角形でこれはもう三平方の定理そのまんまですね。直角を挟んだ2つの辺のそれぞれの平方の和は直角の対辺の平方に等しいと。なんで1の事情なんで1だとこういうことですね。タンジェントの事情とかもこれもコサイン分のサインに分けて考えるとこうなりますね。まあこれだけでもいいんですけども、右辺にサインとコサイン2つあるのが嫌だ、サインだけコサインだけにしたいんであれば今出したこの公式を使えば簡単に変換できますね。こうすればコサインだけになりますね。でこれを分子を2つに分けてしまえばこうなるし、これをサイン事情だけで表したかったら
こうなりますね。でこれでタンジェントが0じゃない、サインシータが0じゃないときは、分母分子をひっくり返して両辺逆数を取ってやって、こう書くこともできます。そうするとこれを2つに分けてやって、こうなりますね。よくあるのが、これを90-θなのでθで表せと。なんとかθですね。こういうのがあってですね。でこれが90-θだったり、180度θだったり、90足すθだったり、このコサインがサインだったり、いろいろいっぱいあって、一覧表みたいなのがあるんですけれど、よく見かけますけれども、その表、自分で作ってみるといいですね。でも表を見て丸暗記するんじゃなくて、自分で表を作って出し方を覚えれば、2000回その表を作ってみればすぐパッと出てくるようになります。サイン、コサイン、タンジェント、それぞれにこの値を入れたときに、シータで表すとどうなるかっていう話ですね。サインシータは普通に書きますけれども、じゃあサインマイナスシータ、ここはどうなるか。マイナスシータですから右回りに回します。こうですね。そうするとこうなって、ここがシータ。直角三角形でここがシータと共通なので、上の直角三角形と下の直角三角形は、合同ですね。そうすると各辺の長さは当然等しいわけで、サインマイナスシータというのはこの点の y 座標ですから、絶対値はここの長さになります。この長さっていうのは合同なんでサインシータと同じです。でy 座標ここ負の値なので、となるわけですね。次に90-θについて考えます。ここが θ ですね。そうすると同じように今作った三角形とここの三角形は合同で、サイン 90-θ の値っていうのはここの y 座標ですね。ここの長さというのはここの長さと一緒ですね。ここの長さはコサインθでした。そうするとここの長さもコサインθで、ここの長さがコサインθなので y 座標としてはこのままコサインθとなります。90足すθの時はこうなるわけですね。サインの値はここの点の y 座です。同じ点、この点の y 座標なのでここと一緒ですね。同じ点なのでこれもコサインθとなります。180度引くθも簡単に出ますね。ここをθとしてこの点の y 座標です。っていうのはこの三角形、この y 座標と同じなのでサインθ。180度足すθというと、この y 座標。長さは同じ、合同の長さ同じなので、この y 座標としてはマイナスサインθとなります。270度引くθも、同じように考えられますね。270度引くθなので、ここの y 座標。ここの長さはここの長さと同じなのでコサインθ。長さがコサインθでマイナスの方向なのでマイナスコサインθ。
270足すシータも同じですね。この点の y 座標ということはこの点の y 座標と同じなのでマイナスコサインシータと。次にコサインについて見ていくと、もちろんコサインシータはコサインシータ、コサインのマイナスシータ、マイナスいった時のコサインだったらこれ変わんないですね。ここの x 座標とここの x 座標同じなので90-シータ、ここの x 座標っていうのは、ここの長さとここの長さが同じなので、ここの長さがサインシータなので、ここの x 座標としてはサインシータになります。次に90足すシータ、ここですね、ここの x 座標ですね。先ほど同じようにこことここが同じなので、ここの長さはサインシータで、座標としてはマイナスの方向にあるのでマイナスサインシータ。180引くシータ、180足すシータも、この点の x 座標、両方同じですね。符号が逆になるわけですね。270の場合も、符号に気をつけて、マイナスシータの時はマイナスの値で、ここがサインシータと同じなので、270と足すシータの時はプラスになって、大きさはサインシータと。こう書けますね。次、タンジェントですけど、タンジェントは単円上で考えるよりもコサイン分のサインで考えると。で、今コサイン分のサインがあるので簡単ですけども、これが出てなくてタンジェントシータ考えるときも頭の中で単円考えて、コサインがいくつサインがいくつって考えてから分数の形してやると、いいわけですね。もちろんタンジェントシータは何も考えずにタンジェントシータ、タンジェントマイナスシータはコサイン分のサイン、コサイン分のサインなのでコサインシータ分のマイナスサインシータがありますね。なのでタンジェントの符号の変わったやつと、これ分のこれが全部タンジェントですからね。タンジェントの90引くシータっていうのはサイン分のコサイン、これはタンジェントの逆数ですね。タンジェントの90足すシータ、これもタンジェントの逆数の符号が反対。同じようにこれはこれ分のこれはタンジェントでマイナスがつくと。これはマイナス分のマイナスなんでプラスになって、コサイン分のサインはタンジェントシータ、分母分子がタンジェントシータが入れ替わっているので逆数にしてマイナス分のマイナスなのでプラス、これはタンジェントの逆数でマイナスが1個なのでマイナスタンジェントシータ分ですと。何回も言いますけど、くれぐれもこれを丸暗記しようなんていう努力はしないでください。暗記するよりも、暗記すると結局プラスだったかマイナスだったかややこしいんで、間違う可能性もあるし、そもそも暗記が難しいし、これは暗記するタイプのものじゃなくて、単円を理解して単円集上に実際にシータを、取ってみて、それで考えれば、すぐ出る問題なんで、この表は何回か自分で作ってみてください。そうすると、単円というのはより、理解できると思います。これを丸暗記するよりも、実際に考えた方が、確実で早いということですね。では、今回はここまでです。ありがとうございました。